先日、モブから CG5 さんの新曲、ロングサイドアウトのミュージックビデオが公開されました。非常に情報量の多い映像でしたが、今回は歌詞そのものの考察ではありません。歌詞考察は別動画で扱います。今回注目するのは、ミュージックビデオによって新たに浮かび上がったプロトタイプに関する違和感です。あえてここでは矛盾と断定せず、まずは違和感として整理していきます。その上で、時系列と既存資料を照合しながら検証していきます。かなり重要な示唆を含む内容になりますので、ぜひ最後までご覧ください。2つの違和感。このミュージックビデオには、これまでの史実と照らし合わせた時に生まれる違和感が2つあります。ここで言う違和感とは、既存資料と比較した際に生じる設定上のズレのことです。単なる制作ミスと断定するのではなく、あくまで時系列と資料の整合性から生じる際として整理していきます。ポピープレイタイムは、これまで大きな破綻なく物語が進行してきました。私の把握している限り、明確に指摘できる矛盾は、キャットナップとキシーの実験体番号の時系列のみです。キシーは後から制作されたにもかかわらず、キャットナップ1188より若い番号を持っています。ただし、この点は物語の根幹に関わるものではなく、優先度は高くないと想定しています。では、ミュージックビデオで最初に感じた違和感を説明します。それは、ポピーの花を描いたのがプロトタイプだったという描写です。なぜここに違和感が生まれるのか、鍵は時系列にあります。ミュージックビデオ内では、プロトタイプが神格化され、おもちゃたちが自由に行動しています。この状況から判断すると、舞台は喜びの時間以降である可能性が高いでしょう。もしスリープウェルのミュージックビデオが喜びの時間以前から当日の情景を示している楽曲であるなら、ロングサイドアウトはその後の出来事と解釈できます。さらに、ポピーがケースに入れられたタイミングも示唆されています。彼女は自力で開けられない構造である以上、その瞬間から誰かに解放されるまで外に出られない状態になります。ここで問題が生じます。仮に1995年8月以降、ずっとケースの中にいたのだとすれば、セーフヘイブンで同意たちと行動していた時期と重なります。その時点ではポピーは外にいた描写があるため、理論上はポピーが同時期に2人存在したことになります。これは決定的な破綻というよりも強い違和感を覚えるポイントです。しかし、チャプター5では、ポピーとプロトタイプのやり取りと考えられるテープが発見されています。ポピーの花。やあ、ここにいたか。自分の部屋に隠れて逃げているのか。自分が始めた反乱から。私はみんなが求めている存在にはなれない。みんなに頼られることなんて望んでいなかった。このやりとりからわかるのは、舞台が喜びの時間そのものではなく、セーフヘイブンの反乱時期にあるという点です。ポピーは自ら望んでリーダーになったわけではない。しかし周囲が彼女に依存し、その結果、反乱の象徴として担ぎ上げられてしまった。最終的に彼女は降伏し、プロトタイプと交渉しようとします。しかしその行為も虚しく、ケースへと封印されてしまいます。そして永遠は孤独になる。お前にそれを理解させる方法は一つしかない。この言葉の直後、プロトタイプは廊下の外、ストレージベイへ向かい、ポピーの花を描いています。ここから導けるのは、少なくとも1997年のおもちゃ戦争以降から2005年に主人公が訪れるまでの間に、その壁画が描かれた可能性が高いということです。では、どこに違和感があるのか。公式ストーリーブック77ページには、ストレージベイについての記述があります。PW のメモには次のように書かれています。このハンドブックには、壁に描かれた消しの花の奥のエリアについては何も書かれていない。ここはポピーの家となっていて、彼女はガラスケースの中にいる。この文章だけを読むと、まるで喜びの時間以前から壁画が存在していたかのようにも受け取れます。しかし、ミュージックビデオ冒頭の描写では、喜びの時間以前には何も描かれていなかったことが示唆されています。つまり、ミュージックビデオの時系列の描写とストーリーブックの記述、この2つの間にズレが生じているように見えるのです。ただし、ここで即座に矛盾と断定するのは早いでしょう。別の可能性も考えられます。喜びの時間以降に何者かがオリエンテーションノートブックを拾い、PW の記述に追記した可能性です。もしそうであれば、少なくとも喜びの時間以降もグラブパックを所持し工場内を移動できる存在がいたことになります。この点は破綻というよりも、むしろ物語の裏側に別の動線が存在することを示唆しているようにも感じられます。現時点では断定はできませんが、私はこの違和感は空発的なズレではなく、意図的に残された構造の一部である可能性が高いと考えています。プロトタイプの姿。
2つ目の違和感はプロトタイプの姿です。ミュージックビデオの映像には当時のプロトタイプがはっきりと映っています。しかしそこにはハギーやマミーの手は確認できません。ここで思い出されるのが2005年時点でのマミーの発言です。あいつの一部にされる。この言葉はプロトタイプが他の存在を取り込むことを示唆しています。しかしミュージックビデオに映る1997年から2005年の間と推定される姿には実験体らしきおもちゃのパーツは見当たりません。最新の姿と比較すると違いはハギー、キシー、マミーの手、そしてキャットナップの毛皮程度です。それ以前に多数のパーツがついていた形跡は確認できません。では、なぜマミーは取り込まれる未来を知っていたのでしょうか。一つの解釈として単なるストーリー変更という可能性があります。実際、アイザック氏の初期構想では複数のおもちゃや人間が組み込まれたキャットナップ心臓のような姿を想定していたと語っています。しかし、仮に設定変更があったとしても、今回のミュージックビデオで整合性を取るために複数パーツをあえて描写することは可能だったはずです。にもかかわらず、モブはそれを選ばなかった。ここには意図があると考える方が自然です。可能性はいくつかあります。1997年以降にパーツを付け始めた。マミーの発言はキャットナップ心臓を指していた。この時点ですでに別のパーツが存在していた。最初の説は2005年時点の姿と整合しません。ハギーたちの手程度しか追加されていない以上、それ以前に大量のパーツが存在したと考えるのは不自然です。2つ目の説も、チャプター5でプロトタイプ自身が実際に他のおもちゃを取り込んでいたため、限定的な解釈にとどまります。では3つ目、この時点ですでに別のパーツが存在していた可能性です。私はこれが最も自然だと考えています。ただしそれはいわゆるあいつである下半身のことではありません。視覚的に確認できる別の機構パーツです。つまり、プロトタイプはおもちゃの集合体として進化したのではなく、パーツの集合体として拡張されていった存在である可能性が浮かび上がります。この視点に立てば、マミーの発言は未来予測ではなく、すでに始まっていた構造拡張への恐怖だったと解釈できます。現時点で断定はできません。しかし私は、単なる設定変更よりも、パーツ拡張型プロトタイプ説の方が整合性が高いと考えています。本当に道化師なのか。プロトタイプには、この時点ですでに別のパーツが存在しています。それが、この腕です。この腕は、ユールのタロットカードに描かれていた、愚か者のモチーフと結びつけられてきました。過去の考察では、赤い部分が確認できない限り、プロトタイプとは断定できないと述べてきました。しかし今回、全体像が明らかになり、赤い要素も確認されたことで、タロットに描かれたジェスターがモデルである可能性は高まっています。ですが、本当にそれで確定なのでしょうか。プロトタイプに明確なジェスター要素は、視覚的にはあの帽子程度に見えます。極端に言えば、帽子さえあれば誰でも道化師に見せることは可能です。ここで重要なのは、象徴としての道化師の意味です。プロトタイプは声を模倣します。さらにバレンタイン投稿では、ポピーではなくオレアンダーを提示しました。純粋に見えて強い毒性を持つ花。そこには明確な二面性があります。加えて、血を付着させ、ポピーの赤へ寄せる演出を行っています。これは単なる花の違いではなく、象徴のすり替えです。道化師とは、本質的に人を欺く存在です。ただ嘘をつくのではなく、真実を歪めて提示する。もしプロトタイプがジェスターをモチーフとしているのであれば、それは姿ではなく、性質を示している可能性があります。つまり、私たちが腕だと認識しているそのパーツ自体が、意図的に誤認させられている可能性です。見えているものが本質とは限らない。この視点に立てば、ジェスター説は単なるデザイン考察ではなく、プロトタイプそのものが構造的に偽装を含んだ存在であるという示唆へと変わります。私は、ジェスター要素は外見よりも、欺く構造に宿っている可能性が高いと考えています。グラブパックのプロトタイプ、過去の考察でも触れてきましたが、私は以前から、プロトタイプはグラブパックの試作モデルではないか、という仮説を提示してきました。当初は、グラブパックの試作品を装着したチンパンジーという解釈でしたが、今回改めて腕の形状を確認すると、この説の信憑性はむしろ増しているように感じます。グラブパックのポスターには、オリジナルのグラブパックを作ろうという文言があります。その腕のデザインをよく見てください。どこかで見覚えはないでしょうか。そうです。プロトタイプの腕と非常に似ています。もしこの一致が偶然でないとするなら、マミーの言っていた、あいつの一部という言葉は、おもちゃだけを指しているとは限りません。取り込んでいるのは、
あらゆるパーツである可能性が浮かび上がります。そもそも、プロトタイプがポピーの試作品であるなら、あれほど巨大な入れ物にする必要はありません。在庫のポピー人形にオリバーを入れる方が、試作品としては大きさ的に合理的です。にもかかわらず、あの巨体が存在している。これは、プロトタイプがパーツを取り入れて巨大化した結果と見ていいでしょう。さらに、トンネル内で壁面を高速移動する描写や、ストレージ塀で壁に張り付く挙動、ゲーム上の演出と片付けることもできますが、物理的には不自然です。あの質量であれば自然落下するはずです。ここで思い出すのが、チャプター5の新アイテム、EMU カフスです。グラブパックに装着し、磁力で壁に固定するパーツです。もしプロトタイプの腕が、彼が作ったオリジナルのグラブパックであるなら、このアイテムを内蔵していても不自然ではありません。ここまで整理すると、一つの像が浮かび上がります。プロトタイプは、おもちゃを寄せ集めた怪物ではなく、あいつやパーツを統合し続ける拡張型の実験体なのではないか。私は、このパーツ統合型プロトタイプ説が、現時点で最も整合性が高いと考えています。単なる設定変更ではなく、意図的な再定義、それが今回のミュージックビデオで示された構造なのかもしれません。次回は、過去の伏線を含めて、この仮説をさらに深掘りします。そこから見えてくるのは、プロトタイプの本当の姿です。この考察が面白いと感じたら、チャンネル登録と高評価をお願いします。